年棚に祀る神、柳田国を。年棚に祀る神、いわゆる三が日の本当の正月に対して、15日を小正月と呼ぶ地方は多い。あるいは一方の年越しを大年といい、小正月を特に若年という場所もある。そうして若き若餅のごとく、和歌の名のつく行事がかえって多くはこの方に伴うのである。また小正月にも三が日、五が日を数える例がある。14日から20日の骨正月までを締めのうちとした痕跡もある。16日などはことに大切な日であった。だから現在の松の内を後に定まったものでないかと思うのである。盆と正月と1年を2期に分けながら、片方は6ヶ月半、他は5ヶ月半で節気の来るのも変ではあるまいか。そのくせ盆と正月には今でも一対の儀式がいろいろある。盆礼と称して袴を履いて拝礼するのは、必ずしも仏様を拝みに来るのでなかった。踊りとか綱引きとかは現在は遊戯だが、それでもまだ方式が守られている。それが盆に行う土地と、正月の15日にするものとが入り混じっているのである。春と秋との最初の満月ということが、おそらくはこの共通を見る理由だろうと思う。そういう中にもことによく似ているのは、盆の少量棚と正月の年神棚との飾り方で、家の者がこれに仕える手続きから、特定の植物を取ってきて、結びつける点まで一致している。もちろん現在は一方を福の神の御座のごとく、他をご先祖の陰気な霊を迎える者に介してはいるが、これは秋の祭りだけを僧侶に指導させた結果であって、盆という語りが採用せられてから変わったのである。盆は仏教に説くところでは寺に供物を送ることだ。故にもし盆の儀式がこの名前とともに始まったとすれば、手本があるわけだが、実は日本の自己流である。何か必ず隠れたる理由があることと思うのは、盆でも正月でもその臨時の棚の一宮に、御霊様への供物として別に三角に結んだ12の飯をあげることである。御霊は精霊のことでなければならぬのだが、盆の方ではすでに主賓を家の仏様としているから、これをガキだの三階万霊だのと名付けて、招かざるご商売の触覚のごとくいう地方が多い。それでは年神棚の御霊の方が一段と説明がつかなくなる。そこで全体1年に2度ずつ、昔から家々を訪ねてきた神様は、誰かという問題が起こってくる。福の神かと思うと恵比寿大国の祭りは別にする。歳徳神と名付けて弁天様のごとき、美しい女神を想像するものもあるが、古風な東北の田舎などで、正月様と称して迎えたのは、高砂の能に出るようなおよしおと老女で、左義町の煙に乗って帰っていく姿が見えるなどとも言った。暮れの寒い風がぼうぼうと吹く頃に、正月様どこまで、なんとか山の下まで、などと待ちかねて子供たちが歌っていたのは、やはり家々の元祖の神霊であって、それが無数の御霊様を引率して、著しい季節の変わり目には我々の家庭に新たなる勢力を運び込むものと、昔の人たちは考えていたらしいのである。年男。だから春を迎えるという家々の準備には、一通りならぬ謹慎があった。衣服も食物も共に皆晴れのものを持ち、言語挙動までも正常をもっぱらとしたのは、決して縁起という類の幼稚なる論理からでない。妻子は当然に家長の役であったが、家にも一国と同じく再生分離の必要があって、優良なる若者の中から年男が選定せられることになった。年男の権限は土地によって公共がある。それを比較してみると新年の事務の何であったかがわかる。東京などでは豆をまくのが年男のように思っており、固い家風の家でも、新しい手桶に若水を汲むまでを年男の役にしているだけだが、信州越後、その他の村では、なかなか容易でない骨折れである。締めのうちを通じて、または少なくとも改まった食事だけは、女に調理させぬところがある。七草や15日の小豆がゆだけは、男がこしらえるに定まっている家もある。
それを神々と松飾りに備えるのは、言うまでもなく年男の任務で、そのためにたびたび水を使ってこの寒いのに身を清めなければならぬ。それから15日を中心としたいろいろの儀式、例えばくるみ焼きの年占いでも、昼の口焼き、蚊の口焼き、鳥追いむぐら打ち、なるかならぬか、なろうと申しますに至るまで、何人が行うも、随意というものは一つもなかった。ただその方式がいかにも真面目すぎるゆえ、新しい青年は次第にこれを嫌がり、いつとなく年少の者に役目を譲るようになって、そうすると遊びの気持ちが多くなり、最初の首位が隠れたのである。豆まきのごときもおいおいに変化はしたが、二人連れで行う習わしがまだほうぼうに残っている。その一人はぜひとも女であって、杓子を持って、ごもっともごもっともと、生やしながら後からついていくところもある。15日のかゆくわせなども、一人が果樹の後ろの方に立っていて、なろうと申しますという例もあれば、なりますなります時に代わって答えるのもある。これらはいずれもかつて年男の助手として、漫才で言うならば才蔵、あるいはまた年女とも名付くべきものも、必要な時代があったことを思わしめるものであるまいか。お松迎え。年男の任務の特に重要なるものの一つは、山に入って松の木を切ってくることである。その松は我々の言う門松にも立てるのだが、これを選定するのに方角その他の条件があるのみならず、普通にはこれをお松様と言って、立てぬ前に約一昼や、清い場所に安置して幹などを備える。門松を一周、門前の装飾のごとく考えるに至ったのは変化である。地方の家々では一人門前に限らず、納屋、馬屋の入り口と台所を、ことに年神の棚に結びつけるのを大切とし、時としては年棚を作らずして木を立ててそれを祭壇とする地方もある。略式でないものは必ず真偽の三階松で、これにも節の食物は必ず備えるのを見ると、お松様を迎えるといったのには意味があった。すなわち本来は正月の神様が木によって代表せられ、これを目に見えぬ霊の宿りと考えたものらしいのである。そうすると盆の玉棚に必ず桔梗、おみなえしなどを立てること。これを盆花と称して、定まった日に、野に出て取ってくる習わしがあるのも、同じくまた、この日の神を迎え申す方式であったとみられる。門松を門心柱と呼んでいる土地もある。また門松と言いつつ松でない木を立てる例も多い。それから必ずしもその数は二木でなく、また偶数とも限っていない。だから芋瀬の門松といい、緑の常盤にあやかるなどというのも、ありようは都近くのシーカ空想家であって、残るところは春の神を歓迎する祭りが、必ず供金して、山の木を切ってくることであったというのみである。小正月の3日ほど前には、若木迎えと称して今一度、山から特に切ってくる地方もある。この場合には通例は松ではない。というわけは、この木には餅をつけて、飾り立てねばならなかったからである。柳とかえの木とか、いろいろの活用樹がこのためには用いられた。その様式にも段々の移動があって、詳しく比較をすると新たにいろいろのことが考えられるのだが、ただいまはまだ材料が揃わぬ。要するに金のなる木などの空想のもとで、米雑穀は無論のこと、繭でも綿でもこれくらい取れるようにと、春の初めに神様と相談して、一通りの計画を立てておくのだから、その木もまた尋常のものとして、取り扱われていなかったのは当然である。